それは西の空の夕焼けが消えていくほんのひとときでした。でもそこには現れるものがあります。夕闇に現れるいくつかの光は、風の谷がどんな場所だったのかをあなたにも教えてくれるはずです。この音声は2009年12月、ラジオ番組鈴木敏夫のジブリ汗まみれのために収録された庵野秀明監督と鈴木敏夫プロデューサーとの対話の記録です。鈴木敏夫と庵野秀明の対話。ナウシカとエヴァンゲリオン、巨神兵の行方は。どうも本当にご無沙汰です。どうぞ。なんかね、夜中にばったり会ったりしたもんね。まあこの辺ですね。ね、この近くで。そうチャリに乗ってね、なんか暗いところで誰か止まったなと思ったら僕ドキンとしたんですよ。そしたらじーっと見られて怖かったもん。逆もありますよ。車でいきなりそうあんなかーんってびっくりしますね。なんで。もでも忙しいんですか。う、まあ、ぼちぼちですね。順風満帆ですね。会社もうまくいったし。まだってエヴァってなんか自分のお金作ったんでしょ。あねすごいよね。え、まあやるんだったらそっちの方がいいかな。まあいいもの作ればそれだけ返ってくるってだけですよね。まあ基本的にはジブリと一緒ですよ。わかりやすく言ってくれるけど。うちは 100% 出資なんでリスクも大きいけど、まあリターンも大きいですね。なるほど。かなりボロボロですか。一回終わるとやっぱもうボロボロですね。今のところは。50代は何やるの。50代はやっぱまだ映像を作ってるんじゃないですかね。40代はなんかなんていうの、まあその30代からかもしれないけど10年間ぐらい遊んでたでしょ。遊んじゃいないですよ。でも遊んでたよ。まあ遊んでるようには見えるかもしれないですけど遊んではいない。だからエヴァ作るって言い出した時にちょっとね、なんか頑張るみたいな感じ出したじゃない。まあそうですね。でも10年はやってないですよ。遊んではいないですけど、キューティーハニー作ったり、まあ、実写をしばらくやってましたね。なんかあの間少し休憩って感じがして、エヴァの後の。エヴァの後はアニメには本当にこのどっちかというとアニメ業界には失望してたんで、まあ、アニメを今作ってもしょうがないんじゃないか。まあ実写の方にもうすごい興味がいってましたね。なんかね、いろんなの作ったのよ。東映でドキュメンタリーのね、作ったりとか、まあ式日でお世話になって宇部の町でしたっけ。はい。僕はなんていうのあれ、宇部興産、はい。あそこ行ってびっくりしました。なんだ、エヴァンゲリオンの世界はここにあるって。まあ原風景ですかだらね。ってそこにあったものが全部エヴァの世界に出てきてんだもん。まあそれは子供の頃見てもう刷り込まれてるものだと思いますよ。好きなものとして。
アニメも好きだし特撮も好きだし、だと思いますけどね。あれそうだよね、どう見たって。まあそうですかね。もう見た瞬間驚いたもん。あんまり自分じゃ意識してないですけあ、そうなの？どね。でもまあそうなるんでしょうね。あ、ちょっとなんかしたら全部そう見えるって、俺の目にはそう見えました。僕残念な申し訳ないですけど見てないんですけれど。ね、それはいい年してアニメ見るような人じゃないですね。でも俺テレビシリーズは全部見たんだよ。ありがとうございます。あれはちゃんと見たんですよ。でテレビシリーズはすごい面白かったから、なんかいろいろ夏目漱石思い出したりしてあと宮崎駿のことはいつ知ったの？アニメージだと思いますけど、高校の時ですね。高校の時。意識したのはコナンですね。あ、コナンから。その前もなんか好きでは見てたんですけど、なんだろう、幽霊船とかも好きですけどね、皆さん。東映でここがすごいっていうところはなんかまあ宮崎駿原画だったりしますけど、ちゃんと見るようになったのはコナンですね。リアルタイムで見たの？リアルタイムです。もう妹とこのチャンネル権の争いでなんとか。裏に何かあったの？裏はプティアンジェってやつがプティアンジェっていうのがあったの？そう水田さんかですで NHK だからっていうので親を説得して NHK だからってとにかく1話を見たら親が続きを見たくなってくれてですね。でその後毎週ちゃんとこう見れるようになりました。それまでプティアンジェでしたからね。そうなん、プティアンジェオープニングだけ見ればいいんだ。そうなんだ。それ以来そうですね。あとは仮城ですね。1978年、はい、79年か。あれは劇場見に行きました。満足しましたか2回見ましたね。あ。僕の方は田舎だったんで同時上映があって、その間はこうロビーに出てて同時上映はミスターブーです。あれか。関西に行ってそっちの方では単独でやってて何度も見れると言っててすごい羨ましかったです、ね。カリオストロはね、確かにね、僕が初めて出会った頃です。はい、あれいいですよね。よく働いてた。あれが半年っていうのはやっぱりすごいと思いますね。作画4ヶ月だもんね。ね、あのスピードはすごいですよね。会社から言われたのは3ヶ月で、これで1ヶ月余分にねもらって、で後でなんかあともう1ヶ月あればって言ってましたね。だって今度書き直したもんね、ローマ水道のところ。あそこは僕にもなんか悔しいって言ってましたね。でも皆さんってそういう時に書き直す人なんだよね。まあ現実的でいいですよね。できる範囲のものに落とし込むってね。だから見ててよく宮さんがね、理想を失わない現実主義者って、これ宮さんも言うし、実は元は高橋さんかななんて気もするんだけれど、で2人ともそうなんだけれど、その理想と現実のなんて言ったらいいかな、微妙に2人違うんだよね微妙に違うんだよ。高田さんそんなにこう詳しくないんでよく知ってるくせにでもね、すごい怖い人だと思います、ね。ホルスだとね、はい、村があるんだけれど、なんていうの、一人ね狡猾なおじさんがいるじゃん。はい、でその人がいることによって村が成立してる。そうすると風の谷の方はね300人ぐらいいて、ああいう悪い人が一人もいないって、みんないい人なんですよね。俺で一種理想主義に貫かれてるでしょ。俺で映画見るとね、高さん非常に一方で現実を映画の中に入れようとするし、皆さんはその現実は置いといてね。ところが映画作り始めるとね、皆さんは間に合わないと思ったら
コンテを変えてでもその映画を完成させようとするっていう現実主義があるのよ。高さん違うんだよね。変えないですよ。変えない。ほんで遅れた時もね、それは僕には責任ないと。それはプロデュースサイドがね、その出来上がりコンテができた時にね把握してるべきだって貫くんだよね。だから映画の中はね非常に現実主義なのに、映画の内容は中身はやり方は理想主義でいくんだよね。全くですね。でも2人のそういう差って何ですかこれは。なんでしょうね。結局ホルス作った後、えそれこそコナンもそうだけれどナウシカもそうだけどね、ホルスを引きずるでしょ。はい。高さん違うんだよね。全然違うものを作り始める。まあ宮さんの方が根っこはいい人じゃないですか。高さんに聞いてみたことあるんですよ。高さんなんでファンタジーやらないのかって。そしたらやっぱりホルスでまあいわゆる生活風俗習慣、要するに自分たちで調べられるものは調べたし、それから想像できるものは想像したと。でも唯一その世界に持ち込めなかったのが思想であるって言ったんだよね。そうするとファンタジーっていうのはそれができる人がやらなきゃやっぱり意味がないって。まあだから宮さんがそうやってホルスを引きずって作品やってった時、宮さんは思想って何を持ってんだろうっつってなんかっていうとホルスみたいなのに戻るでしょ宮さんって、基本はそこですよ。ずっとホルスのリメイクをしてるような感じがします、僕は誤解も与えますが、宮さんの一番すごい仕事ってやっぱホルスだと思うんですよ。最後のモブシーン、あれ宮さんのモブは本当にすごいですね。これでいろんな人が縦横無尽に動く、それによって空間がどんどん広がっていく、あれはちょっと舌を巻くんですよ。であれ以来見たことないね。やっぱ若いっていうのがいやあれすごいよね。すごいです。要するにこんな風に人がね動いて、それをしかも人間の手で描いてこんなシーンが作れるのかっていうんで、まあとにかく最初に見た時にそのラストシーンでどういう人がこの絵を描いたんだろう、設計をしたんだろうって、で後で聞いてね、やっぱり宮さんだってことが分かって、宮崎オタクとしてはどうなんですかなんつって。オタクじゃないか。あ、僕ですか。別に宮さんオタクじゃないですけど注目してるって。ちょっとキュウリをこちらへ。はい。腹減ったんだよねこれ。実はパタ食えるんだよね。いや、寿相司ぐらい変わらずそうなんだ、寿司ぐらい食えるようになれば。キュウリ好きなんですか。ちょっといろいろ事情があって。肉魚食えないんですよ。子供の物心ついた時から肉魚はちょっとまだ苦手ですね。まだ相変わらずこれダメなやつ多いじゃあ。ここのキュウリとこれですね。そうか。じゃあ俺のやつ食べていいよ。あ、じゃあいただきます。食べられるやつ食べてください。いや、これだけです。全然平気。すいません。よいしょ。これはなかなか治らないですね。甲殻類とかカニとか。もうダメです。基本的に自分で動くものはダメです。キュウリ、違うよ、キュウリはね、本当のキュウリのやつ。カッパ巻き。いや、カッパ。カッパ。あ、そっか。あ、これカッパ巻きですね。上手に乗せられる。ちょっと他のやつ、卵も。でも本当そのぐらい他のをどんどん取ってあれってさ、俺は気になってたんだけど、皆さんに掛け軸って書いてもらったの？あ、書いてもらったんだ。飾ってあります。何書いてもらったんだっけ？トトロ。あ、そうなんだ。あ、それはでも。いや、もう結構大丈夫です。すみません、ありがとうございます。トトロがね、実は皆さんが書いた本当のラストシーンっていうのがあるんですよ。最後クスノキにトトロが止まってて、でぐーんとカメラが上上がってて俯瞰すると
あの風景がどこに皐月の家があってカンタの家があってで川があって田んぼがあってっていうのがパタパタパタっと川は高速道路になりで住宅が密集するそれで車が走りまくってるっていう現代になる予定だったんだよ、で反対したんだよね。まあそれは正解だと思います。でも相当こだわってた。まあそうですよね。で描いた絵もあるんですよ。えだから「隣のトトロの」絵本を作った時実はその元の絵とね元はこうなってた、しかしそれはこうなったっていうのをね一番最初と最後に僕入れといたんですよ。本当はね皆さんこれやりたかったってことで。いやその反対プロデューサーとしては正解だと思います。あれエンディングだったら今もあんなに売れてないですね。そうですか。あれは全部夢で終わらないとなるほど。お客さんはもう引いちゃいますよ。特に子供ですからね。まあね「ラピュタ」のシナリオも高橋さん「鈴木さん読みましたか?」って言われて「はい」って言って「どうですか?」って言うから「これムスカの野望と挫折の話ですね」そしたら「そうなんですよ」つって「どうしましょう」つって。いやもっとムスカにカメラ行ってほしかったですけどねラピュタは。もうとにかくムスカを主役にやってほしかったですね。ポニャはどうでしたなんて今頃聞くのなんだけど。あ B パートいや C の途中まですごい好きですよ。 C の途中って言うと C の途中もうお母さんがおばあちゃん話になる前。うんいや今の尺でも僕は長いと思いますけどね。今でもね今でも長いと思います。お母さんがこの宗介を置いてこの車ではい行っちゃうじゃないですか。で2人きりになるあたりから、まああんまりこう乗れない感じでしたけどそれまではすごい良かったですね。特にお母さんがいい。えお母さんがいいです。もお母さんがう、近藤さんすごくうまい。だからちょっと俺なんかねラッシュ見てて色気がありすぎんじゃないですかってい言ったの。やそれがいいですよね。今まで皆さんになかったもんじゃないですか。そしたら宮さんがねあれは勝也がやってて俺じゃないからそうそれがいいんですよ。今までの皆さんにはできなかったことだからすっごい色気があるんだよね、いいですよね。線だけでそれ出してるんですよ。だから俺びっくりしちゃったんですよ。で皆さんちょっとこれエッチなんですけどうまいですよね。あれの短編の時にすごいと思ったんですよね。あれの短編ってあれ美術館の短編一人で近藤さんやってたじゃないですか。あれの女の子がすごい色気があってよかったですね。だってあれで宮さん勝也とやろうとしたんだもん。ねえそりゃそうですよ。あれはすごい。うんあれがそのままお母さんの方に生きてて、そう皆さんが手を入れてないっていうのがまた良かったですよね。あれにまた入れ直したらもうぶち壊しだったの。そこをグッと抑えてるっていうのが大人になったというか、いやいやいや年を取ったのかも年を取ったのよ年を取ったというかさすがだなよく見てんねひどいこと言うんだもんいろいろもののけの時もねもののけどうだったって聞いたらねレイアウトがダメになったってダメでしたね。よく皆さんこのレイアウト通したなというぐらいダメでしたね。かなり自分で書いてんだけどいやダメでしたね。レイアウトはかなりね。そうですか。あれだけレイアウトが世界一の人だったのに、はいレイアウトマンだもんね。あの空間の取り方のなさっていうのはちょっとあれは年取ったのかなと思います。空間がなくなっちゃったんだよね。すごい平面的になってて、そうフラットになっちゃった。もののけはその辺が辛かったですだからすごいのはお話の方で絵の方はどっちかというと結構さらっとしてる。さらっとしました、あれがまたポニョで粘りが出てよかったですね、ハウルも良かったですけどね。絵はハウルの方がはるかに。いや書くねなんていうの宮崎駿に関して語らせたら一言も二言も一加減も二加減もあるっていう。いやそんなことないです。だってずっと一生懸命見てるじゃない。でもいろいろ教えてもらったのは本当に板野一郎と宮崎駿この2人ですね。
たアニメの技術だけじゃなく作り方みたいなものも横で見てて、僕の師匠はこの2人ですね。僕は板野さんの、下だったので。板野ってまだ元気なの？やってんの？やってます。監督やったりします。あ、そうなんだ。全然元気ですね。あ、本当に。あ、よく会うの？たまに。僕あいつのこと大好きだったんですよ。面白い人ですよね。板野サーカスとかっつってね、書いたものがそういうふうに見えるからって。僕ね、すごい覚えてるのはスタジオ、あれグラビトン、森山雄二がいて、そこで初めて会ったの覚えてるんですよ。それは民なんですけど、細かく言うとスタジオ民っていうところですね。あ、そっか。桜田にあったフリーのアニメーターがこのより集まってるスタジオ界隈ですね。あの時自己紹介されたの覚えてんだよ俺。順番がちょっとぐちゃぐちゃなんですけどね。ただ当時森山雄二っていう人と一緒に押井守の原作で漫画をやってたんですよ。とどのつまりっていう。でそこのスタジオへ行って、一月に1回漫画の原稿を撮るっていうんで、押井守の原作を書いて彼が絵を描いてたんですけれど、そこで登場して、これで住所不定なんですって言って、だからここに住んでました。居候してるっつって、あれいくつぐらい？24ぐらい。そんなになってんの？もう24、5じゃないですかね。あ、もうなってんの？あ、そうなんだ。あれってだけど4つぐらい似ても24ぐらいだと思いますよ。ナウシカの後ですからね。あれナウシカの直後？ナウシカの時も家なかったですから。そうだよね。大阪のアパートは引き払って、とにかくこうカバンだけ持って東京来て、宮さんのとこ行って、で家はないのかってありません。その時高校の時の友達のところに荷物だけ置かせてもらって、あとはトップクラフトで寝てました、寝泊まりは。あそこで寝てたんだ。応接で？いえ、応接なんか寝ないです。机の下です。机の下か隙間、壁と動画机の隙間が60センチぐらいあったんで、そこで寝てましたね。とにかくナウシカが始まった時にやらせろっつって、当時トップクラフトっていうところでナウシカ作ったんですけれど、現れて、俺でなんか原画持ってきたんだよね。実制作やってたやつですね。俺で宮さんが気に入って、その絵を見て多分ここがいいだろうっていうんで巨神兵をいきなりですよね。めちゃくちゃですよね。ズブの素人ですよ。で粘りのある画面描いてくれるだろうって。いやでも描いてくれたじゃない。できてよかったですけど、よく任せましたよね。宮さんの独特の勘だよね。でもあれが出会いでしょ？ナウシカでどのくらいの期間いたの？2ヶ月半ぐらいですか。あんまり給料払えなかったよね多分。あれはもらいましたよ。あ、本当？びっくりしました。あ、本当に？それまで安かったです。マクロスのテレビは大学の時のアルバイトでやったんですけど、ワンカット1800円でした。1800円？でも皆さんって自分が好きか、こいつはいけるっていう人じゃないと教えないじゃないですか。そうやっぱりエコひいきだよね。エコひいきと、あと基本的には自分の下駄が欲しいので、自分の役に立ちそうなやつしか労力を使わないですよね。僕がナウシカの時にいろいろ教えてもらったのはそれだな。なるほど。巨神兵をこいつにやらせとけば、自分はそれを直す手間の分他のことをやれる。でも巨神兵はすごかったよね。俺で粘っこいでしょ。だってあんだけやるのにあれ秒数どのくらいあったの？長いのが十何秒。普通8秒6秒か8秒で伸びてやっぱ10秒ぐらいになってたと思いますけど、それをどのぐらいの期間やったかでしょ。一番長いのは2週間ぐらいですね。でも当時だとそれでもすごいよね。巨神兵に関しては一個悔しいのは中を7枚にするべきだったと思いますね。
宮さんはあの時この長語でいいんだって言って、長語早いんじゃないですか。でも中7にすると枚数が増える上にこう尺も伸びるからもう間に合わない。長語でいいで、影も2色つけなくていい、1色でいい、はい、というやつですね。あの時は影は2色、まあそれでも2色は許してくれたんですけど、2色3色つけたら殺すというふうにメモがありましたね。やっぱり影をつけたくない人なんですよ。でも大きさはやっぱ影で出せるものがあるじゃないですか。でもあれは記号だから、いや記号だからこそですよね。だからもう延々ね、僕ね、それこそ最後のコンテができた時、高橋さんと2人で阿佐ヶ谷の喫茶店で8時間ぐらいいろいろ話したんですよ。ラストシーンはナウシカ良かったんですかね、あれで。映画はあれで良かったと思いますけど、皆さんの最初の班はとにかくオウムが突進してきて、そこへ降り立つナウシカでいきなりエンドマーク、これでオウムの突進は止まると。これ困ったんですよ。いや引かれないと困るでしょうね。これで行くのか行かないのかって。うんほいでとにかく現状は今あるわん。ほんで2つ目がナウシカは死んで、伝説の人になる。で3つ目がね、死んだ後よみがえるっていう。これで最後さ、高橋さんがね「鈴木さんどれが好きですか?」って好き嫌いになった。好き嫌いに。それやっぱり蘇ったらいいんじゃないですかねつって「じゃあ」っつってね、2人でね高橋さんのとこへ、宮さんのとこへ言いに行くんですよね。そしたらもう宮さんそれどころじゃなかったんで「いや宮さんこういうわけで」って「はい」って言うから「いや考えたのはこうやってあるんだけれど、この第3案がどうかと思って」って言ったら「いや判断が早くて2人で決めたんでしょ、じゃあそうします」って考えないんだよね。あの時見せてもらった巨神兵とこのオウムが戦うのは、僕も全然それは書けなかったと思います。あのコンテのままだったら。でも見たかったですけどね。あのコンテ残ってないですかね。分かんない、捨てちゃったんだろうな。皆さん惜しみなく捨てちゃうからね。そうですよね。あれ捨てるんだったらもらっときゃよかったです。見たかったですよね。あれかっこよかったですよね。ナウシカの打ち上げの時に言ってたんですよ、皆さんが。最後の方の相当宮さんも飲んでた時に、スタッフのアニメーターの若い女の子が一人食ってかかってて、これじゃあ人間が滅びてしまうじゃないですか、そんなのを作っていいんですかみたいなのを言ってた時に宮さんが「人間なんてね滅びたっていいんだよ」とにかくこの惑星に生き物が残ってれば人間という種なんていなくなっても全然いいんだっていうのをこう怒鳴ってるのを僕は横で聞いてて、この人すごいとその時思ったんですよ。クリエイターとして宮さんが好きになった瞬間ですよ。で終わったらいなくなっちゃったね。じゃあ皆さんとはその後も付き合ったんだね。いや僕はその後行ったのあれかな、まだその後もう一回行ったのは終わってからですね。何が？漫画が完結してから。ナウシカの七巻は宮さんの最高傑作だと。巨神兵の下りは別にしてですね、宮さんの持ってるテーマ性っていうのはあれにすごくこう集約されてる。集約されてるというか、もう現役のまま出してるのがいいですよね。普段アニメ作ると宮さんってなんかこうフィルターかけちゃうじゃないですか。バランス取るね。いい人っぽく。そう本当はそうじゃないのに。そう悪いやつだもんね。本当はすごくこうあれな人なんですけど、それがストレートに7巻には出ててよかったですよね。ナウシカの漫画にもいろいろ出てますけど、7巻それがこうギュッと凝縮してていいですよ。負の部分っていうのか、本音の方が好きですね。もう人間滅びてもいいじゃんっていうのが根っこにあって、あれすごくいいですよね。もしかしたら私たちそのものが汚れかもしれない。人そのものに執着してないというのは。いやもうそのセリフ読んだ時にね、この人人間よりあっちの方が好きなんだって、未完だもんね。でも一応
あれでもいやもうあれで十分だと思う十分本人は未完なんだよね。まああなたも語りたいでしょうけど、ナウシカの2やらせろって言ったのはあれいつなの？あれはラピュタの頃だと思います。そうなんだ。吉祥寺で行った覚えがある最初にね。あれだけど俺宮さんに真剣に「庵野がやるんならいいんじゃないですか」っつって俺はこう説得したんですよ宮さんを。3部作にしたらどうだって。そうするとね多分2本目はこれはね宮さんが書いてるようにある種殺戮の映画だと。で第2部はそういうことで言うとまあさあこの後どうなるんだろうっていうそういう映画を作ればいいわけだから庵野がやったら絶対面白くなると。原作の内容から言ってそうなるはずでその締めくくりをね宮さんが第3部でやればいいじゃないかっていい説得でしょそしたら怒っちゃってねやめてください。僕がやりたいのは7巻ですけどね。で最後じゃない。ね安野さんにとって宮崎さんを超えるとかそういう師匠を超えるみたいな意識があったりするのか、どうしたらそういうことが可能になるのか。人としては比べようがないんでやっぱ作ってる作品になると思うんですけど、超える超えないというのはでも、まあ、そういうのは何をもって超えるかとかそういうのはありますけど、まあ、なんだろう意識ゼロじゃないですね、仮想的なものはありますけど、ね、仮想的は仮想的はあります、ね、やっぱあるとこの気が回るというか、何もないよりはあれをよりはなんとかとかそういうのはありますけどね、まあそれはもう精神的なものでしかないんです、仮想的は必要。だから仮想的って何なんだろう。なんで戦うものを作るの？戦うものの方がひたすらそれをこう超えるために超えようまあ目標みたいなものですからね。目標まあ設定の一つですね、目標設定の到達点じゃないんですよそれが、ゴールではないですね。だからそういう人が誰かがいるから俺もやるみたいなことは大きいですよね。だから押井守がそうだったね。宮さんがいなかったらね、同時代に宮さんがいるから自分はこういう変な映画作るんだと自分で言ってましたけど、変な映画ってもし宮さんがいないんならね宮さんみたいな映画作りたかったって。本当にできたかどうか知らないけれど、でも宮さんにとっての仮想的は分かりやすいよね。高田勲だよね、やっぱり。ずっとそうですよね。そうあといまだに毎日喋ってて誇張すれば半分は高さんの話だもんね。いやそうだと思いますよ。ずっと高さんがいるから作ってる、高さんが作ろうとするから作る、ね俺でおまけに高さんに作ってもらいたい。それは変わってないもんね。でこの後に及んでね絵コンテ描きながらね、こういう絵コンテ描いたらパクさんに叱られるっつってなんちゅう純粋な人だろうっていう。そこは何度も挑戦してますよね、高田さんを超えようと。そのために思い知ってるような気がしますよ。やっぱり皆さんはね、高橋さんっていうなんていうの大きな存在に包まれてると自分で思ってんだよね。でね、その庇護の中でねいろいろ自分がやりたいなんてこと思ってんだよね。あれ面白いんだよ。高畑さんにとっては宮崎さんやっぱりありますよね。全くね宮さんは宮さんの道行けだから俺は勝手に行くじゃないんですよね。やっぱり今宮さんという人ねと一緒に作ってきたわけでしょ。で作ってきた人がこうやってまあ世間から認められて、俺で今作ってるものに対してやっぱり誰よりも関心が深い。俺で誰よりもその内容をね見返して内容を把握してそれを自分の中で整理しようとする。気になる存在ですよね。それは気になるでしょうね。どっちがその時代に触れるのかって。まあでも誰かが頑張ってるから僕も頑張る。それは誰なの？宮さんも仮想的になったことあんの？まああります。あ、そうなんだ。
皆さんを仮想的にしたのは作品でいうと何やってた時なの？仮想的にした時はもののけですね。はちょうどこの指定対決とか世間で言われてたあ、はエヴァの映画を前の映画をやってた時にもののけやってあ、たで、なんるほど、あの時ほとんど同時だったんで、勝ちたいと。興行ではもう勝ってる気はなかったですよ、中身では勝ちたいと思います。でもそれはあくまでもう僕の主観でしかないんで。どうだったの？まあ言わんとこと。これテープ音入ってます？音なしだったらじゃあなしで。尊敬するだけでは自分がなくなり、反発するばかりでは何も受け取れない。追いかける人のもとで働き、その遺伝子を受け取りながら飲み込まれずに新しい自分の作品を生み出してゆく。多分それはとても難しいことです。おそらく庵野さんや宮崎さんが静かに格闘しているのは、そんないくつもの風が激しく衝突する場所です。こういうおじさんに気をつけて。僕はね恩義があるんですよ。昔宮さんがよく信州の山小屋にね、はい、行ってて、そこへ庵野も来て、で僕もね小さかった息子を連れてよく行ってたんですけれど、そしたら息子の面倒をよく見てくれて、よく遊んでましたね。で将棋をやってくれたりね。でももう何十年前ですか。だってうちの息子もうだってもう30だもん、えあっという間だよもう。ですよね、まあ、僕の中で小さいので止まってます。後進の育成ってどう思ってるんですか？考えなきゃなと思いますけどね、そういうのも。今度のね米林ってのは面白い。今のこのアリエッティやってる、はい、まあシナリオは宮さん中心になってやったけれど、コンテ全部自分でやったから、うん、だからいわゆる芝居は彼が、演出はで、そのコンテは宮さん見てないからいろんな案を言うんですよ宮崎が。本当にもうやっぱり彼を脅かしたんですよ。だから僕はいい傾向だなと思ってるんですけどね、大体上手な人って普通教えるの下手だよね。そうですね。皆さん何もないところで人に教えるのは難しいんじゃないですか。実際の作品作りながらだったらねいろいろできるけれど、そっちの方がいいと思います。このエヴァンゲリオン、エヴァンゲリオンそうですからね。テレビが終わってもう僕はボロボロで一回ガッと落ちて、そこからでも跳ね上げてくれたのも皆さんのおかじゃげですから。あある意味では励ましもくれるわけだね。だったと思います今考えれば。本当に引きこもって、本当にあの時このまま生きててもしょうがないなみたいなことも考えてた時に電話一本くれて、とにかく休めと、半年ぐらい休んでも大丈夫だから自分はそうだとそれは宮さん3年ぐらい休んでたなとかですね、あれでちょっと立ち直りました。やっぱアニメが好きだったですね。なのでやっぱりアニメを作りたいなっていう風に戻ったんじゃないかと思います。皆さんのところぜひ来てください。皆さん元気になるから。だってアンナのこと好きだったもんね宮さん。今もよく本当によく話すよ、そうです。どうしてるって話を。じゃあまた遊び行きます。一応師匠ですから弟子にした覚えないって言ってたよね皆さん写真だけ1枚。じゃあ写真を
ツーショットじゃあ2人ツーショットで先にはいあ、ごめんなさいすいません。はいチーズよいしょ。撮りました。はいじゃあまあそんなことでありがとうございましただからナウシカの旅は終わりませんでした。人間なんて滅んだっていいんだ。この星に生き物が残っていれば。その言葉を庵野さんが聞いてから10年後、1994年、宮崎駿監督は漫画「風の谷のナウシカ」を完成させました。翌年の1995年、庵野秀明監督は「新世紀エヴァンゲリオン」のテレビシリーズをスタートさせました。テレビシリーズ最終話となる旧劇場版にはこんなモノローグがあります。太陽と月と地球がある限り大丈夫。すべての生命には復元しようとする力がある。エヴァンゲリオンの世界はどこかナウシカの火の7日間の伝説に似ていませんか？庵野秀明監督はナウシカの世界を生み出した遠い過去、巨神兵誕生の神話を描いたのかもしれません。風の谷はさまざまな個性あふれる人々が交わる時間と空間です。きっとそこで何かを受け取り、また何かを返す場所です。